はい、皆様大変お待たせいたしました。すみません、配信トラブルが発生しまして、ちょっと非常に遅れてしまったことを最初にお詫び申し上げます。そうですね、私はですね、日本マイクロソフトで、クラウドソリューションアーキテクトをしております、物江と申します。マイクロソフトチームズエンジニアリングでプログラムマネージャーをやっております、片山と申します。はい、今日はですね、日本の開発者に送る Teams アプリ開発と題しまして、このセッションではですね、既存のサービス、これはですね、すでにサービスされているですね、アプリケーションでありますとかですね、Web API をどのようにですね、Teams にインプリメントしてですね、アプリ化していくかというのをですね、整理してお伝えしていきたいと思います。で、本日のアジェンダなんですけども、こちらですね、一番最初の方にですね、Teams アプリでありますとかですね、Teams プラットフォームの概要を説明した1個がですね、各 Teams アプリの特色でありますとかですね、実際のそのインプリメントの方法をですね、デモでお伝えしていきます。そしてですね、このセッションの尺の中に収まらないですね、より実践的な内容のですね、デモの動画をですね、今、Q&A のチャット欄の方にですね、リンクをお送りしましたので、こちらもですね、ぜひ合わせてご覧ください。このセッションの中ではですね、基本的なそのアプリケーションの構築の方法ですね、そちらの方をデモでお伝えしております。はい、で、本日セッションの目的なんですけども、いろいろ書いてあるんですけども、やはりですね、こちらはですね、皆様がすでにお使いになっているさまざまなサービスをですね、いかに効率よくですね、Teams アプリ化していくかというところですね、こちらに注力して話をしていきます。そしてですね、そうですね、なんでしょうね、このですね、デモの中で行われる、すみません、セッションの中で行われるデモなんですけども、スライドの後ろにですね、お手元で試せるですね、詳しいハンズオンをまとめたリンクをですね、貼っておきますので、こちらを試していただきますと、今日案内した内容がですね、試せますので、ぜひですね、そちらの方をお試しいただければと思います。ですので、皆様はですね、このセッションでは、ご自身のお使いになっている Web のサービスとかアプリケーションをですね、Teams と組み合わせることで、どういったシナジーを生み出せるかですね、そこに注力してですね、聞いていただければと思います。では、早速ですね、内容に入っていきたいと思います。で、Teams アプリについてですね。で、Teams のプラットフォームの話をまずしましょう。で、このですね、Microsoft Teams がですね、Office 365におけるチームワークのハブとしてですね、動作するように作られておりまして、ここにですね、チームが結束して成果を上げるためのですね、人でありますとか、コンテンツでありますとか、ツールなんかがこう集まってくるわけですね。で、それに対して Teams というのは、チャットでありますとかですね、ファイル共有でありますとか、あとビデオ会議とかですね、様々な機能を提供しているんですが、アプリケーションをホストするですね、プラットフォームをですね、提供しているわけですね。で、これをですね、Teams プラットフォームと言います。で、Teams はですね、開発リソースとして使える機能をですね、たくさん持っているんですけども、その中で、この Teams のプラットフォームがホストできるですね、アプリケーション、タブでありますとか、メッセージング拡張とかですね、ボットとかコネクタ、これをですね、Teams アプリというふうに呼んでいます。で、これをですね、エンタープライズデベロッパーの方々が開発してですね、自社内で作ったりとか、あとはですね、ISV の方々ですね、これをアップソースを使って外部に公開して、外部の方々に使っていただいているということができるようになっています。もちろんですね、このOffice 365のですね、管理したツールを使ってこれらを管理していくことができます。そしてこれ以外でですね、音声とビデオ機能がありまして、で、これらをひっくるめてですね、外部のプログラムからこの機能を使うために、Teams 用のですね、Microsoft Graph という API が用意されております。で、今日はですね、この緑色の、紫色ですね、紫色の枠の中ですね、Teams アプリにですね、皆さんがすでにお使いになっているサービスをどうですね、まとめていくか、この方向性でですね、話をしていきたいと思います。はい。で、まずですね、開発を始める前にですね、用意していただきたいものがあります。で、それが何かと言いますと、開発用のですね、Office 365のサブスクリプションですね。これはですね、すでにもう Office 365をですね、お持ちであれば、それを使っても構わないんですけども、ですね、マイクロソフトにはですね、この、Office 365開発者プログラムというのがありまして、で、ここに参加していただきますと、Office 365のですね、エンタープライズ E3 デベロッパーが無償で使用できるようになります。で、これ90日間の、期限がついているんですけども、これテレメトリが取られておりまして、正しくですね、開発の用途に使われているというふうに判断されますと、自動的にですね、延長されるようになっております。私もですね、2年ぐらい使ってますけど、普通に全然使えております。
で、このですね、開発者プログラムというのは、この無償のサブスクリプションですね、これを提供するだけではなくてですね、オンライントレーニングでありますとかですね、あとコミュニティでありますとか、ハッカソン、あとサンプルコードを検索して調べたりとかっていうのができますので、ぜひこれですね、参加していただいて、開発にお役立てしていただければと思います。で、ここはですね、具体的に Teams アプリの開発方法について話をしていきましょう。はい。でですね、Teams アプリとは何かっていう話なんですけども、これはですね、開発者ドキュメントの冒頭に書いてあるんですけども、Teams アプリというのはですね、機能とエントリーポイントの集合なんですね。で、その定義を行うのが、マニフェスト JSON というファイルになっておりまして、で、アプリケーションの機能を定義してですね、その機能と結びつけていくのがこのマニフェスト JSON になります。で、これがですね、パッケージの中核を成しておりまして、実際のところですね、アプリのパッケージの中身っていうのは、このマニフェスト JSON とですね、そのアプリのアイコンぐらいしか入っていないんですね。なので、皆様がアプリの開発、Teams アプリの開発をする場合には、必ずこれを作成する必要があるんですけども、じゃあこれをどうやって作るかっていう話なんですけども、さすがに今時ですね、手動で書いていくっていう方法はないので、ツールはですね、いろいろ用意されております。で、そしてですね、これ大事なところですね。ですね、Teams アプリというのはですね、開発方法がいくつもありますし、あとツールもいくつもあるんですけども、用途に合わない作り方で開始してしまうと、ですね、非常に困難が伴うので、ここでですね、何を使うべきかちょっと押さえていきましょう。で、まずですね、話は戻って、Teams アプリを作るための方法の、まず代表的なものですね、App Studio。これは、今回のビルドの発表でですね、名前が、デベロッパー、開発者ポータルのデベロッパーポータル for Teams っていうのに名前が変わるらしいんですけども、App Studio というのがあります。これはそもそもがですね、Teams のアプリでできておりまして、Teams の中で動作するんですね。で、これのですね、本来の機能というのは、マニフェスト JSON の作成と編集をやってくれるものではあるんですけども、それ以外でも、アプリケーションのテストインストールでありますとかですね、あとパッケージを作ったりとかですね、ボットのアプリケーションを登録したいといった最も基本的なことを行ってくれるツールになっております。ですので、すでにですね、存在している、動いているサービスを組み合わせていくのであれば、まずこの使い方をですね、押さえておいていただきたいところ、最も基本的なやつですね。はい。そしてその次はですね、ビジュアルスタジオコード用に用意されております、Teams ツールキット拡張というのがありまして、で、これがですね、App Studio と何が違うかと言いますと、これはですね、新規でTeams 用のアプリのですね、プロジェクトを作ってくれるんですね。なので、Teams、これはその既存のアプリを組み合わせるというよりかはですね、新規にですね、何か作る場合にはこれがおすすめです。で、これもですね、今回のビルドで発表がありましたけれども、様々な新しい機能が入ってきまして、ですね、結構まめに頻繁にですね、画面とか変わるので、使っていただきたいんですけれども、特にですね、これは、メッセージング拡張とかですね、新規に何か新しく作る場合にはこれをお使いになってください。そして、業満ジェネレーター。これはですね、コマンドラインからプロジェクトを作るんですけども、ちょっとですね、これが生成するプロジェクトってちょっと独特なんですね。で、なぜかですね、マイクロソフトランではですね、これを使ったハンズオンですね、Teams アプリ開発の説明でこれを使ったハンズオンがあるんですけど、これは、あれはですね、あんまりこう、Teams と関係ない部分でです、ね、複雑になってしまっているので、あれをやって、もしですね、Teams のアプリ開発って難しいなと思った方はですね、安心してください。そんな難しくないので。はい、で、このヨーマンジェネレーターですね、唯一ちょっとお勧めできる点はですね、Teams にはですね、その送信コネクタっていう機能があるんですけども、その送信コネクタの受け口のサービスを作るテンプレートはですね、このヨーマンジェネレーターのものだけ持っているので、もし皆さんが送信コネクタちょっと開発したいなといった場合は、ここにプロジェクトがあるなっていうふうに思い出していると、簡単にサービス作れますので、それをちょっと思い出していただければと思います。あと、毛色の変わったところで言いますと、こちらですね。ごめんなさい。今日のデモではですね、App Studio と Teams ツールキットを使ってですね、アプリを作っていく方法ですね、登録する方法とかを紹介していきます。そしてですね、経路が変わったところで言いますと、Teams アプリテンプレートというのがですね、GitHub 上に用意されておりまして、これは様々な業種向けのほぼ完成品のですね、アプリなんですけども、これをですね、用途に合わせてダウンロードしていただいて、改造して使っていくような形になります。こういったものもありますので、用途に合わせてですね、適切なものを選択していただければと思います。
はい、で、ここからはですね、既存のサービスを、Teams アプリにする方法についてお話ししていきましょう。で、既存のサービスと先から後から申し上げておりますけれども、ウェブ上でですね、提供されている、サービスの形態で言いますと、おそらくなんですけれども、ページを持った Web アプリケーションと、あとはですね、REST API ですね、あと、ちょっと稀にですね、Webhook なんかを使ったですね、口が開いているというのがあるかと思うんですけれども、まずページがですね、この Web ページが Teams のどのアプリに紐づくかというとですね、こちら。はい。タブアプリというものに紐づきます。で、ここにですね、Teams JavaScript Client SDK というですね、ライブラリを使いますと、これは Teams のタブでロードされたときにだけですね、動作するようなライブラリになっていて、クライアントスクリプトからTeams のですね、API を叩けるんですね。これで連携を深めていただくことも、SPA であっても Teams の連携を深めることができますし、あとですね、もし提供しているサービスが REST API とかだった場合ですね、これは直接ユーザーがですね、使うことができませんし、直接ですね、Teams のアプリにもすることはできないので、一旦ですね、SPA にしていただいてタブアプリにするか、もしくはですね、ボットフレームワークを使ってですね、ボットかメッセージング拡張にしていただく必要があります。そして、提供しているサービスがですね、Webhook だった場合はですね、Teams がですね、チャンネルにですね、その Webhook の送信 Webhook、受信 Webhook のですね、口を持っておりますので、もしサービス側、両方ともですね、その口を持っていれば、ノンコーディングでお互いの通知を送信したりですね、送ったりということが可能になります。でさらにですね、この設定をですね、このコネクタダッシュボードというところから登録して、アプリのパッケージに含めてですね、これを配布することもできるんですね。そうすると、サービス専用の通知のモジュールというのをですね、ユーザーが選んでインストールすることができるようになります。そしてこれらのですね、リッチな UI コンポーネントをして、Teams だけで動作できるタスクモジュールであるとか、アダプティブカードはですね、一部のもの、他のものでは動作するんですけども、こういったものになっています。ですので、皆様がお持ちのですね、既存のサービス、これをですね、どういったものにできるかというのは、ここを見ていただければよろしいかと思います。で、ここからはですね、各 Teams アプリの特色とですね、構造についてですね、紹介していきたいと思います。で、まずはタブアプリですね。これはですね、言ってしまえば、ウェブサイトでありますとかですね、アプリをマッシュアップするもので、これとですね、先ほど申し上げた、Teams JavaScript クライアント SDK を使うことで、連携なんかも取れるようになっております。で、静的タブとですね、構成可能タブというのがあるんですけども、これはですね、デモでちょっとお話ししていきます。で、片山さん、で、タブアプリって結構簡単に作れるんですけども、タブアプリ向きのウェブのサービス、どのものがありますかね。そうですね。タブアプリって基本的には iFrame で HTML をくくってこう出してしまうものなんですけれども、例えば自分に割り当てられたタスク一覧とか、あるいはこう、承認待ちの生産一覧とか、そういったようなこう、パッと一覧するようなアプリケーションとの親和性がすごい高い感じになります。で、タブアプリあるあるなんですけれども、モバイルでも使うことができるので、レスポンシブデザインにしておいていただくと、利用の範囲が広がるっていうことと、あとそれから既存のものをまるって入れてしまうと、例えばブラウザのモードルボタンに依存しているとか、そういったような事情でかえって使いにくくなったりすることがあるので、どういう出し方をするかっていうのはちょっと工夫していただく必要があるかなと思います。なるほどですね。ちょうどですね、この構造についてではですね、説明していきましょう。片山さんが言った通りですね、こちらの、ウェブ、Teams のウェブタブ、Teams のタブというのはですね、実はウェブページをですね、iFrame で表示しているんですね。で、単純にタブの中にですね、ページを表示するのをですね、パーソナルタブとかですね、個人用タブっていうんですけども、ここにですね、Teams 専用のですね、設定ページですね、これを追加することによって、ユーザーがウェブページをですね、そのアプリとして Teams に追加するときに、このクエリストリングなどの指定ができますので、カスタマイズをですね、ユーザーができたりっていうのがあります。で、さらにですね、こちら、そのウェブページ自身にですね、この、Teams JavaScript Client SDK を仕込んでいただきますと、タブにロードされたときだけですね、Teams の API が叩けるようになりますので、これで連携をすることもできますし、さらにですね、中からグラフ API などを使いますとですね、ウェブページの中から Teams をコントロールしたいといったことも可能になります。そしてさらにタブで読み込まれたときにだけですね、動作可能なタスクモジュールであるとかですね、アダプティブカードというのが使えるようになりますので、こういったですね、広げ方ができます。このようにですね、
普通のウェブページと差別ができますので、ここをですね、意識していただければと思います。それでは実際にですね、Teams での構成可能タブですね、カスタマイズ可能なタブのですね、追加をお見せしたいと思います。Teams アプリなんですけども、はい、そしてですね、まずこちらですね。後にですね、その大枠にちょっと待ってくださいね、今音声が出ちゃってますね。はい。ちょっとだけお待ちください。はい、ですね、Teams のアプリなんですけども、まずはですね、Teams の場合というのは、アプリの大枠を作ってからですね、そこに機能を追加していきますので、まず App Studio というのを起動しまして、ここにですね、アプリの定義をしていきます。で、App Studio を起動しますとですね、この通りですね、Create a New App というのが出てきますので、ここをクリックしていただいて、そのアプリの登録に必要なですね、項目を埋めていきます。で、基本的にはですね、ここにある項目の通り入れていけばいいんですが、分かりづらい場合はですね、画面の上の方に、こちらですね、上の方にですね、はい、マニフェストスキーマというリンクがありますので、ここをクリックします。そうしますと、英語のドキュメントに飛ぶんですけども、こちら、ドメイン名の後ろですね、NUS を JAJP に変えますと、こちらは日本語のドキュメントが出ますので、ここで中身を読んでいただければと思います。で、このドキュメントは基本的にはですね、マニフェスト JSON の説明ではあるんですけども、App Studio の項目と対になってますので、もしですね、入力、どういったものをしていいかわからない場合は、これを見てですね、定義していただければと思います。で、今回ですね、デモ中にこれ全部埋めていくと時間がなくなってしまいますので、今回ですね、これ用意したものをですね、使っていきたいと思います。はい。あらかじめデータが入っているものですね。はい。そうしましたら、ここでですね、このアプリに対して機能を追加していきますので、キャパビリティというところのですね、ボットというところ、ごめんなさい、タブスですね、タブスをクリックします。で、タブスをクリックしますと、ここではですね、チームタブとパーソナルタブという2種類のですね、タブアプリを追加することができるようになっています。で、今回ですね、チーム全体で使用できるタブを作りたいので、このチームタブですね、これを作っていきたいと思います。ではですね、どんなページを追加するかといいますと、これですね、今ページが出ますね。はい、このページですね。これはですね、Azure のですね、コグニティブサービスの中にあります、Bing のですね、ニュースサーチ API を使ってですね、私が作ったページなんですけども、このようにレスポンシブにも対応しておりますし、カテゴリー別にですね、フィルターもかけられますし、あとキーワードでですね、検索も行うことができます。で、これ完全な SPA で組んでるんですけども、URL 見ていただきたいんですけども、この通りですね、そのクエリストリングでカテゴリーとですね、キーワードの指定ができるようになっております。で、パーソナルタブであればですね、このページだけあればいいんですが、今回ですね、構成可能タブとしてですね、チーム全体で使用したいと思いますので、今回ですね、この設定用のファイルですね、設定用のページですね、これはチーム専用なんですけど、作っております。で、URL 見ていただきたいんですけども、これはですね、ngrok というツールを使って、この開発環境上で動いているものにですね、インターネットを介して Teams からアクセスできるように構成しています。こんな感じですね。で、このページでは、タブとして、表示するページのですね、カテゴリーと、あとキーワードが指定できるようになっているんですけども、どういうコードが入っているかといいますと、はい、こちらですね、Teams JavaScript Client SDK を使っておりまして、この API を使ってですね、例えば、Microsoft Teams セッティングレジストオン、セーブハンドラーというイベントの中でですね、タブとして、追加するウェブページのカテゴリーとキーワードをですね、クエリストリングで指定して、これを API を使って、Teams 側に登録しているような形になります。こんな感じですね。では、これを使ってですね、構成可能タブをですね、追加していきたいと思います。はい。で、必ずですね、先ほど申し上げましたけれども、Teams から、参照可能なようにですね、エングロックを使って、トンネリングですね、しておきます。これすでにですね、インターネット上にホストしてあるものの場合は、この必要はありません。そしてですね、こちら、設定用ページのですね、URL をコピーしまして、App Studio に戻りましたら、このですね、
チームタブのアッドボタンをクリックしまして、ここにですね、設定ページの URL を入れる場所がありますので、ここにですね、URL を貼り付けます。で、次にですね、スコープを決めます。で、今回は、チームや、あとグループチャットとかですね、ミーティングで使用するようにしたいので、このままセーブボタンをクリックします。はい。で、これでもう設定完了でインストールができるんですね。で、インストールする場合は、こちらのですね、テスト&ディストリビュートというですね、ところをクリックしまして、このインストールボタンを押すとですね、インストールができるんですけども、ちなみに下のダウンロードっていうボタンを押しますとですね、アプリケーションのアプリパッケージがダウンロードできますので、アップソースにですね、パッケージを提出する際はここから入手してください。で、今回テストインストールしますので、インストールボタンですね、これをクリックします。はい、そうしますと、このようにですね、追加というボタンがあるんですけども、その横のドロップダウンを押しますと、チームに追加でありますとかですね、チャットに追加でありますとかですね、会議とかあるんですけども、今回はチームに追加します。で、検索ウィンドウですね、フォーカスが当たると、チームの一覧が出てくるので、どれか選んで、あとは下のですね、設定ボタンをクリックしますと、設定用ページがですね、モーダルで出てきます。そうしますと、ブラウザ上では表示されていなかったおさむさんというのが出ているかと思うんですけども、これはですね、Teams JavaScript SDK が Teams からですね、そのユーザーのアカウント情報を引っ張ってきてるんですね、それを表示しています。はい、で、ここですね、カテゴリーとですね、このページで、カテゴリーとですね、キーワードを指定しまして、はい。で、保存ボタンをクリックします。そうしますと、この検索結果がですね、タブとして追加されるようになるわけです。はい。で、例えばですね、ここにもう一枚ですね、キーワードとか、その辺が違うものを追加した場合は、タブのプラスキーをクリックして、またですね、先ほどインストールした、テストインストールしたアプリのアイコンをして入れてあげればですね、追加できるような形になります。と、こういうふうにですね、ご覧いただいたようにですね、タブアプリはですね、動作しているウェブページがありますと簡単に作ることができますので、ぜひですね、ウェブページで何かサービスされている方はですね、ちょっとお試しになることをお勧めいたします。で、次にボットですね。で、ボットは何か、こういうボットはですね、チャットボットです。で、チャットボットは何かと言いますと、皆さんご存知の通りですね、1対1の対話でですね、ユーザーがこのアプリと簡単に対話できるようにするシステムですね。で、コマンドもしくはですね、自然言語によって様々なタスクを動かすものになっております。そして、Teams の場合はですね、Teams、あとボットフレームワークのボットの場合はですね、操作可能なメッセージ。これ何かというとですね、テキストだけではなくて、ウェブのフォームに表示されるようなですね、テキストボックスであるとかですね、あとドロップダウンリストボックスとか、あとカレンダーコントロールとかですね、そういった GUI も表示することが表示して入力を促すこともできますし、あとリッチなカードですね、画像付きのカードで返信したりとか、ここら辺もサポートしています。そしてですね、このボットはですね、マイクロソフトボットフレームワークに登録されたボットが、Teams で出すことができます。で、ボットいろいろあるんですけども、片山さん、効果的なボットってどんな作り方があるんですか？はい。先ほどもちょっとちらっと喋られてますけれども、ボットって皆さんイメージされるのがやっぱり自然言語で対話してやり取りということなんですけれども、いざこうインストールします、使い始めますってなると、具体的に何喋ったらいいんだろうみたいなところで踏ん張ってしまう方が結構いらっしゃるので、ボット作られるときはぜひ最初にインストールしたら、ボット側から、例えばここでお話しされた、ちょっとリッチなカードで、こんな風に使えばこのボットは機能するんですみたいなメッセージを送ってあげると、ユーザーのエンゲージが上がるかなと、そんな風に思っています。なるほど。じゃあ、ちょうどそのウェブのサービスなんかに誘導するのであれば、そういった感じがいい感じですね。そうですね。はい。はい。はい。で、そしてですね、皆様が提供しているウェブのサービスが Web の APA だった場合ですね、そのままユーザー使うことができませんので、一旦ですね、このボットアプリケーション、ボットフレームワークを使って、ボットアプリケーションを作っていただきます。で、このボットフレームワークはですね、現在 C#、JavaScript、Python、Java という4つの言語で開発することができるんですけども、で、開発はできるんですけども、どれで作ってもいいかというとですね、ちょっと考える必要がありまして、例えばやっぱりですね、ドキュメントの量とかですね、サンプルの量からで言うと、C# か JavaScript がやっぱり圧倒的に多いんですね。なんで、ちょっと凝ったものを作りたい場合は、この2つの言語で作られた方が後々楽です。はい。そしてですね、このボットフレームワークで動作するボットですね、これをホストするですね、ボットサービスというのはですね、チャンネルという機能を持ってまして、
これを使うとですね、作られたボットが様々なですね、複数のメッセージプラットフォームにボットとして公開することができるんですね。で、その中の一つ、Teams チャンネルを使って Teams のボットとして動くような形になっています。で、当然ながらですね、こちら、そのボットアプリケーションの中で、グラフ API を使ってですね、Teams の API 叩けばですね、ボットの中からですね、その Teams のコントロール、制御することができますし、あとはですね、Teams で読み込まれたときだけですね、タスクモジュールとか、Teams ならではの UI コントロールなんかも作ることができます。ということで、これもですね、実際に、ボットアプリの追加の方法をですね、デモでお見せしたいと思います。で、今回ですね、用意したのが、この通りですね、入力したらですね、入力したものをそのまま返すですね、オウム返しのボットですね。で、このボットなんですけども、こっちのページ、チュートリアル、基本的なボットを作成するっていうところに作り方がですね、かつ各ですね、開発言語ごとに書いてありまして、この通りやればですね、初めて触った方でも約ですね、10分足らずでエミュレーターでですね、オウム返しのボットを作ることができます。で、これをひな型にしてですね、開発していくんですね。はい。まあ、一つのやり方としてはですね、おすすめの方法として一つこれがあります。はい。で実際にですね、このボットですね、どこを改造していけばいいかという話なんですけども、これはデバッグ実行してですね、コードを追いながら、ここを変えてくださいねっていうのをですね、お話ししたいと思います。で、デバッグ実行する場合ですね、ビジュアルスタジオコードの場合は、左側のメニューにありますですね、この、ランデバッグっていうですね、アイコンをクリックしまして、で、またランデバッグっていうですね、ボタンをクリックします。そうするとドロップダウンが出てくるので、ここですね、Node.js っていうのを選んでください。はい。そうしますと、デバッガーがアタッチされたプロセスがもう動作していますので、ブレイクポイントがですね、設定できるんですね。ブレイクポイントを設定します。はい。でですね、キーワードですね、エミュレーターに戻ってからですね、キーワードを入れます。はい、そう今3978でホストしてますっていうですね。はい。キーワード入れますと、はい、ブレイクしまして、マウスをオーバーしますとですね、この、コンテキストアクティビティテキストというところにですね、入力したこんにちはというのが入ってきていて、そこの下のですね、センダーアクティビティですね、ここで、その出力を返しているということが分かります。つまり、このオンメッセージのイベントハンドラーの中にですね、処理を書いていけば、入力受け取って、出力を返すコードを書いていけばいいということなんですね。はい、ここを改造していきます。では実際にですね、この部分を改造したですね、サンプルのボットですね、これの動作をお見せしたいと思います。これはですね、先ほどの、タブのところで出てきましたのと同じですね、Bing のニュース API ですね、これを検索するボットを私の方で作ったものですね。はい、ちなみに別途ですね、チャットの方でですね、公開している動画ではですね、このサンプルボットの作り方もいろいろやってますので見てください。で、これはですね、ニュースというキーワードが入ってきたら、アダプティブカードを出して、キーワードとカテゴリーを選択するようになっています。実際接続してみましょう。オープンボットをクリックしたら、ローカルのボットに接続しまして、キーワードをニュースというふうに入れます。そうしますと、アダプティブカードが出てきますので、カテゴリーで、ビジネスを選んで、キーワードを設定して、検索というふうにやりますと、はい、こういった形でですね、ヒーローカードが配列にあって、カルセル形式で出てくるかと思います。はい、でこの辺もですね、なんて言うんでしょうね、それほど難しくなくですね、こっちさえ使えば難しくなく作れますので、ぜひですね、お手持ちの API、使ってみたい API とか提供してましたらですね、ぜひこちらもお試しになってみてください。はい。で、今度はですね、これを登録していきます。こちら、アップスタジオなんですけども、で、ここで登録を行います。で、その前にですね、やはり、こちらですね、エングロックを使って、ボットが使用しているですね、ポート3978をですね、Teams から見えるようにしておく必要があります。はい。で、これが済みましたら、またアップスタジオに戻りまして、はい、またですね、アプリのところのこのキャパビリティのボットのところですね、ボッツというところを選択します。はい、そうしますとですね、このセットアップっていうボタンが出てきますので、これをクリックします。で、一番最初ですね、ここにボットの名前を入力しまして、そして今度スコープを決めます。どこで
この場合はですね、パーソナル、チーム、グループチャットで使えるようにしたいので、チェックをつけて、このままですね、クリエイトボットボタンですね、これをクリックします。そうしますと、App Studio がですね、ボットアプリケーションの登録を行って、ボット ID というのをですね、生成してくれます。で、これをまずコピーします。で、App Studio はですね、右クリック効かないので、コントロール C でコピーしてください。で、これをコピーしたらばですね、ボットのソースコードに戻りまして、.env っていうファイルがあるんですけども、.env のファイルの中にですね、Microsoft App ID というのがあるので、ここに貼り付けます。で、次にですね、パスワード設定します。また App Studio に戻ってですね、このですね、Create New Password っていうですね、ボタンをクリックします。そうしますと、パスワードが生成されますので、これもコピーします。でちなみに、このパスワードはここでしかですね、一遍しか表示されないので、どこかにですね、メモしておくことを失礼します。で同じようにですね、.env の中の、Microsoft App Password というところにですね、これを貼り付けましたら、コントロール S キーを押して保存します。で、これでもう完了ですので、サービスをスタートさせます。NPM スタートで、サービスをスタートさせます。はい。で、次にエンドポイントを指定します。で、エンドポイントなんですけども、これはですね、エングロックが生成したドメイン名ですね。ドメイン名の後ろに、API スラッシュメッセージズというのをつけます。まあ、ボットのサービス、この API スラッシュメッセージズでホストされるので、はい。そして、これ入れ終わったら必ず一遍マウスのフォーカスを外してください。そうしますと、これが正しいかどうかチェックを行って、正しければですね、緑色のチェックボタンがつきます。これ、チェックマークがないままやってしまいますと、保存されませんので注意が必要です。じゃあ早速ですね、インストールしてみましょう。テスト&別レビューとクリックしましたら、ここでインストールですね。で、これもスコープを設定してあるので、チームなんかにもインストールできるんですが、今回はですね、手早く結果を確認したいので、このまま追加ボタンをクリックします。そうしますと、ボットとですね、1対1のチャットの画面が出てきますので、ここでキーワードを、あれですね、ハロー&ウェルカムっていうふうに、ボットが返しているのが分かるかと思うんですけど、でニュースと言いますと、こんな感じですね。アダプティブカードが出てきますので、カテゴリーを選択して、キーワードを入れて、検索ボタンをクリックしますと、結果がですね、こんな感じで出るというですね。はい。はい。で、こういったアプリケーションですね、コツをつかめばですね、それほど難しくなく作れますので、ぜひですね、何か、REST API とかですね、自社で提供しているよっていう方はですね、こういった形でボット化してみるといいかと思います。そして続いてですね、メッセージング拡張ですね。で、メッセージング拡張は何かと言いますと、これはですね、メッセージの作成時にボットの機能を呼び出すものですね。例えばなんですけども、今ですね、スライドの画面ショットの赤枠の部分ですね、検索ボックスであるとかですね、あとそのメッセージを投稿するときにちっちゃいアイコンが並んでいて、それをクリックすると、何かこう、YouTube の動画を検索したりとかですね、できるかと思うんですけども、そういった機能を指しています。で、これなかなかですね、Teams の独特な機能かと思うんですけど、片山さん、これってどういった使い方を想定している機能なんですかね。はい。もうTeams の入り口を使ってサービスをダイレクトに呼び出すということなので、基本的にはこうまとまった作業を行うとか、まとまったデータを見るとか、そういったときにワンボタンでアクセスできるっていうような形で実装していっていただくのが非常に有効じゃないかなというふうに思っています。なるほど、わかりました。で、この構造も見てみましょう。で、この構造自体はですね、ほぼほぼボットと一緒なんですけども、ボットと違うというのはですね、これはですね、Teams 専用の機能ということですね。で、Teams 専用の機能だったんですけども、今回のビルドの発表で、これはですね、Web 版の Outlook でも使えるようになるそうです。はい。なんで、Teams と Outlook の Web 版で使えるんです。はい。で、これなんですけども、とりあえず Teams の独自の機能なので、UI ですね、例えば Teams でこの機能を呼び出した時の UI っていうのはですね、マニフェスト JSON の中で定義してるんですね。で、なので当然のことながら、この UI を操作した時のメッセージというのは Teams 独自のメッセージになっていてですね、ボット側ではこれをですね、専用のボットハンドラーを使って、そうですね、専用のアクティビティハンドラーを使って処理するような形になっています。はい。で、これもともとその Teams で使われることを想定していますので、タスクモジュールであるとかですね、
その Teams でしか動作しない機能なんかもそのままですね、積極的に使うことができます。で、同じようにですね、これも内側からですね、グラフ API を使えばですね、ここからTeams を制御するということももちろん可能です。そしてこれ、もともとが Bot フレームワークのプロジェクトなので、Bot のプログラムとまとめることも可能なんですけども、その機能としては Teams 専用だということですね、念頭に置いていただければと思います。ではですね、このメッセージング拡張のですね、今回登録ではなく作り方ですね、作り方を紹介したいと思います。で、今回使用するのはですね、ビジュアルスタジオコードのTeams ツールキット拡張を使います。で、なぜこれを使うかと言いますと、メッセージ拡張ってですね、Teams 専用の機能なので、ほぼほぼ新規作成になるんですね。で、もう一つなんですけども、メッセージング拡張のプロジェクトって、ボットフレームワークベースなんですけど、ボットビルダーが作るようなプロジェクトをですね、メッセージング拡張用のプロジェクトにするのってすごく大変なんですね。ところが、このツールキットを使うと、メッセージング拡張用のひな型を作ってくれるので、非常にですね、開発効率がいいというのがあります。なので、今回はですね、このメッセージ、ですね、Teams のですね、拡張を使っていきたいと思います。で、まずですね、こちら。ここの Teams のアイコンをですね、クリックします。そうしますと、Create はNew Teams App と出てきますので、これをクリックしまして、そうしますとですね、ここでログインをですね、促されますので、開発を行うですね、Teams のテナントにログインを行います。そして Visual Studio コード上に戻るとメニューが出てきますので、今回はですね、メッセージエクステンションのサーチ、検索するメッセージエクステンションを作りましょう。これをクリックします。はい。で、次にですね、アプリケーションの名前をつけてくださいって言うので、名前をつけて、はい、つけます。そして、Create Bot Registration ってやるとですね、ボットの登録を行ってくれます。で、ここでですね、ボット ID とかですね、パスワードが生成するんですけど、これプロジェクトの中で自動的に入れてくれるので、手動でですね、書く必要はありません。で、出来上がったら Finish というボタンをクリックすると、プロジェクトを保存するですね、フォルダを選択する画面が出るので、適切なところを指定してあげます。そうしますと、プロジェクトが自動的にそのフォルダに作成されます。で、プロジェクトが出来上がったら、次にしなければいけないことは何かというと、このプロジェクトの依存関係のモジュールをですね、インストールします。npm スペースのインストールでインストールします。はい。で、上に言うとですね、インストールとスタートで動くよみたいなの書いてあるんですけど、途中でですね、警告なんか多分出るんで、その場合はですね、脆弱性を持ったモジュールなんかが発見された場合はですね、この npm audit fix -force をかけます。で、こうするとですね、その不安な部分を取り除いてくれますので、はい。で、これが終わるとですね、とりあえずサービスが起動できる状態になるはずなので、サービスを起動してみます。npm スペーススタートですね。npm スペーススタートと入れていただきます。で、3978でホストが開始されれば、このプロジェクトは正しくインストールされたということです。されてますね。はい。で、これでローカルで動いたんですけども、このままでは Teams で使えません。そうです。あれですね、App Studio というボタンを押して、エンドポイントの指定がいいですね。で、これ今 App Studio がこの中で動いてるんですけども、そこの Capabilities のメッセージングエクステンションというところをクリックして、ボットをですね、登録するときと同じように、エンドポイントを指定します。エングロックの生成したドメイン名/API メッセージですね。で、これも同じように必ず、設定したら、マウスポインターのフォーカスを外して、正しいかどうかをチェックしてください。はい、これで完了ですね。では、これをですね、実際にインストールするんですけど、今回デバッグの方法ですね、どこにも載ってないので、これをですね、お教えしたいと思います。どうやるかというとですね、デバッガーを渡して動かすためには、メニューのですね、Run& Debug というところをクリックして、ここでですね、そこの左側ですね、この Node.js というものを選びます。で、選んだらですね、ここで Run Script Start というのを選びます。ここでサービス側にですね、デバッガーの渡してられたプロセスが動くんですけど、今日はですね、クライアント側も動かします。デバッグ用のですね、Teams を動かすんですね。で、どうやるかというと、ここのドロップダウンを下げたらですね、中にデバッ
ク、Teams、Chrome とか、デバッグ Teams、Edge ってありますけども、今日は Edge を使います。で、この再生ボタンのアイコンをクリックすると、ブラウザが起動してきまして、で、この中でですね、Teams が動きます。で、この中で動いてくると、もうこれがインストール可能な状態になっているので、追加ボタンをクリックします。で、追加しますと、今、デフォルトで入っているですね、検索用の URL が出てきますので、ここでキーワードを入れます。で、デフォルトでなんかオープンソースのライブラリかなんかを検索していくんですけども、キーワードを何でもいいので入れます。はい。で、検索しますと、結果が返ってきて、これを選んで、投稿ボタンを押すと、選ばれたものが投稿できるのが分かるかと思います。はい、コードを1行も書かずにですね、ここまで実は作ってくれます。で、どの辺をですね、改造すればいいかという話なんですけども、こちらはですね、Bot Activity Handler.js というところにですね、ロジックが入っていまして、ここの下ですね、ここの、Handle Templates、ごめんなさい、Handle Teams Messaging Extension Query っていうイベントでやってるんですね。はい。で、このデバッグ、ごめんなさい。デバッグ実行してみましょう。で、もう一度ですね、メッセージング拡張を呼び出しましたら、キーワードを入れて検索を行います。そうするとですね、キーワードを取得しているところでブレイクします。ここのですね、query.parameter（value） というところにですね、値が入ってきて、下でですね、Web API で検索をかけているのが分かると思います。つまり、ここのところのロジックを書き換えればですね、お好きなものを検索して出すというですね、拡張、メッセージング拡張を作ることができます。で、実際にですね、先ほどの冒頭でもお見せしたんですけども、Teams のニュースを検索してですね、その結果をですね、投稿するっていうサンプルを作りましたんで、それをですね、お見せしたいと思います。ちなみに、チャットウィンドウに貼った動画の方では、これの作り方も解説してますので、合わせてそれも見てください。はい。で、今私が作るサンプルですね。これをクリックして、マイクロソフトというふうに入れると、こちら結果ができまして、選択するとですね、はい、画像が追加されたヒーローカードで結果が送れるのがわかるかと思います。で、この拡張もですね、先ほど、ごめんなさい、詳細ボタンを押すとちゃんとですね、記事が出るのがわかるかと思います。で、このメッセージの拡張もですね、先ほど、何でしょう、デバッガーがブレイクした部分ですね、そこを書き換えればですね、できますので、ぜひですね、皆さん、こちらもお試しいただければと思います。ここら辺ですね。では次ですね、アプリとしては最後のあれですね、コネクタと Webhook についての話をしたいと思います。で、コネクタと Webhook 何かと言いますと、これは外部のサービスに対して、通知を受信したいですね、送信したいということをする機能ですね。で、Teams ですね、チャンネル単位で、この機能を持っておりまして、例えばですね、受信 Webhook の場合ですと、Teams からですね、受信用の URL を発行して、そこにですね、ポストを受けることによって、その通知というのをですね、行うことができますし、逆に送信 Webhook の場合ですと、公開されているですね、Webhook のアドレスを登録しますと、このメンションを使ってですね、アットマーク、名前を付けた名前の何かと送るとですね、これをですね、通知することができます。そしてこれをですね、アプリパッケージに含めてですね、カスタムコネクターとして、例えば自社のアプリの通知用にですね、ユーザーに配ると、そういったことができるようになります。で、これはですね、ちょっと時間の関係でデモをお見せできないんですけども、チャットウィンドウに貼ったですね、動画一覧にこのデモも入れてありますし、あとこの、スライドの最後に紹介するハンズオンでですね、この作り方がステップバイステップに載っておりますので、ぜひこれもですね、皆さんお試しいただければと思います。ではですね、最後に事例紹介、風間さんお願いいたします。はい、森さんありがとうございました。じゃあちょっとここから先はですね、趣向を変えまして、今ご紹介した機能が実際のサービスでどんなふうに使われているかっていうのを、簡単にちょっと見ていきたいなというふうに思います。で、今日ご紹介させていただくのは、ポリーというサービスです。で、こちらはですね、アンケートを通じて、ユーザーのフィードバックをリアルタイムに集計してきて、その結果をですね、数値化、視覚化することで、データに基づく意思決定を支援するソリューションになってまして、いろんなユーザーシナリオで使えるっていうこともあって、結構な数の日本企業ですでに導入いただいて、Teams と一緒に使っていただいているものになります。
で、まず最初の機能、タブなんですけれども、こちらはですね、このアンケート、実施したアンケートの一覧とか、結果とかを表示するのに使っています。で、ユーザーがエンゲージするための工夫をいくつもしてまして、まず最初は、このカードビューを使ったモバイルレスポンシブデザインです。なので、先ほどもお話ししましたけれども、モバイルのユーザーシーンでも使っていただける工夫をしてます。それから、ちょっと細かいんですけれども、実はマニフェストにはタブとして指定するサイトといいますか、URL を複数指定することができるんですね。で、ポリーの場合は、このダッシュボードとヘルプを別々のタブに仕分けることで、既存の Web の資産を有効に活用しながらも、この Teams のアプリの中の UI はシンプルになるように、ユーザーが迷子にならないようにっていううまい工夫をしているようになっています。それから、先ほど物井さんのお話の中にも出てきましたけれども、静的ページ、交通ページ、両方対応することで、個人のアプリとしても使えるようになってますし、チャンネルのアプリケーションとしても組織で使えるようにして、誰もが簡単にアクセスできるような工夫がされています。で、続けて、ボットですけれども、こちらはですね、そのアンケートの送信とか、あるいは簡単なアンケートを作成する機能として、ポリーでは使っています。で、いくつも工夫がされてまして、まず最初、とっても見落としがちな部分なんですけれども、簡単なボット名っていうのを使ってます。グループチャットとかでボットの機能を使う場合は、メンションしてボットを呼び出すんですけれども、その時に思い出しにくい名前だと、ボットの機能が使われにくいというものがありますので、シンプルなものにしていただければ、ユーザーが簡単に使えるようになってますということです。で、それから、対話型ではなくコマンドを有効に活用しているっていう部分になります。ボットってどうしても自然言語を使った形でユーザーフレンドリーでってみたいな形でやりがちなんですけれども、会話してしまうと時間も手間もかかってしまうので、簡単なことを簡単に済ましたいのであればコマンドを用意するっていうのが、実装としては良いものになってくるかなというふうに思っています。また、とっても大事なんですけれども、ボットが送ってくるメッセージですね、先ほど桃井さんのセッション、話の中にありましたけれども、アダプティブカードとか、リッチなものが使えますので、直感的にユーザーが分かるものにしておくことで、ボットに対するユーザーのエンゲージメントというのは非常に大きく変わってくるということで、ここではアダプティブカード、チェックボックスとかをうまく使ってユーザーがエンゲージしやすいカードに仕上げています。で、メッセージング拡張ですね。で、ポリーではメッセージング拡張は、アンケート作成画面を呼び出す目的で使ってます。先ほどちらりと見えましたけれども、メッセージ拡張は、サーチとかアクションとかいくつか定義することができて、ここではアクションを定義してますね。で、一番のメリットは、やっぱりこのアイコンがテキストボックスの下に表示されるということで、非常にユーザーが気軽にアプリを使えるようになってますので、ポリーに限らず、いろんなサービスが、このメッセージング拡張機能を実は使ってます。で、ポリーの秀逸なところは、先ほど見ていただいたボットでは、簡単なコマンドで簡単なアンケートを実施するという形だったんですけれども、このメッセージング拡張の機能からは、テンプレートを選んで、設問をしっかり作ってっていうフルのアンケート機能を作るということで、使い分けることでですね、ユーザーがボット、それからメッセージング拡張、両方にエンゲージする、うまく工夫しています。でそれから、メッセージング拡張のもう一つのメリットは、実はこのポップアップダイアログの中で作業が終わったら、その前の画面にすぐ戻れるので、アンケート作成し終わりました、アンケートへの回答をお願いしますっていう、このフロー、止まらないフローっていうんですかね、スムーズに次のアクションに移れるっていう、そういうメリットもあって、メッセージング拡張というのは広く使われています。でそれから今日のセッションではあまりタスクモジュールは UI コンポーネントとしてしかお話ししてないんですけれども、タスクモジュールをポリーではポップアップダイアログとして非常に有効に活用しています。で、このタスクモジュールの優れた部分っていうのは、実はタブとかボットとか、直接ディープリンクで呼び出すことができるので、所定の作業を他の画面に切り出すっていうことができるんですね。なので、開発者目線で見ると、実はそのタブの中で、このタスクモジュールの中の画面遷移を管理しなくていいっていうことになりますし、ユーザー目線から見ると、実はこのタスクモジュールの中で一連の作業を完了させてしまうことができるので、迷子にならなくて済むっていう問題があり、メリットがあります。でさらに、開発者目線で見ると、このタスクモジュールの中には HTML を入れる、もしくはアダプティブカードを入れるっていう使い分けができるので、この作業として切り出そうとしているものが、ウェブ画面で切り出す方がシンプルなのであれば、HTML をそのまま使っていただければいいですし、API を使っていて、実は JSON のレスポンスが返ってくるんだということであれば、実はアダプティブカードを使っていただいた方が工数削減ができる。そんなこともあって、非常にうまくポリーの場合は使い分けて作っているようになっています。
それから最後、ちょっと参考情報になりますけれども、今日全く触れてないんですけれども、マニフェストの中でちらりとミーティングで出てきたと思うんですが、今日ご紹介した機能は、ちょっと工夫を加えるだけで、実はミーティングの中でもアプリケーションとして使っていただくことができるんですね。で、Teams ってチャットツールとして認識されていて、チャットと連携してこんな優れたことができるんじゃないか、チャットと連携すると、こんだけ生産性が上がるんじゃないかみたいに考えられた方も結構いらっしゃるんですけれども、このミーティングという機能を使っていただくと、皆さんのソリューションがミーティングの中でも使っていただけるようになるので、生産性の高いミーティングにするにはとか、効率的なミーティングにするにはとか、ユーザーのエンゲージが高いミーティングにするにはみたいな観点で少し思いを馳せていただくと、さらにこの利用シーンが広がってくる。で、ユーザーにも、より多くの便益が提供できる。そんな風になってくるんじゃないかなっていうふうに考えています。ちょっと駆け足でしたけれども、簡単に事例のご紹介をさせていただきました。小野さん、戻します。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと早いに、一品説明してしまったんですけども、このセッションのまとめですね。はい、Teams なんですけども、こちらはですね、Microsoft 365におけるですね、チームワークとしてですね、チームワークのハブとしてですね、動作するようにですね、チームワーク、Teams が作られておりまして、ここにですね、繰り返しになりますけども、成果を上げるためのですね、必要な人でありますとか、コンテンツやツールが集まってきます。で、同じようにですね、Teams アプリというのは、様々なですね、サービスのエントリーポイントが集合したものなんですね。で、これはですね、既存、新規問わずですね、いろんなものを Teams アプリとしてですね、公開することができます。ですので、ぜひですね、皆様、使い慣れたサービス、もしくはですね、すでにユーザーサーバーに使っていただいているサービスがありましたら、それをですね、Teams と融合することによって、どういったシナジーを生み出せるかですね、そこでですね、新しい価値をですね、どんどんと生み出していっていただければと思います。で、今日紹介したですね、4つの Teams アプリの作り方をですね、ステップバイステップで一通り作れるですね、ハンズオンを用意してますので、ぜひですね、今すぐですね、Teams アプリを開発していただければと思います。で、こちらですね、チュートリアルがありますので、このですね、会員チュートリアルって書いてあるんですけども、ステップバイステップで一通り作れるようになっているのと、今後ですね、様々なその機能というかですね、コンテンツを追加していきますので、ぜひですね、こちらをお使いいただければと思います。あと関連情報ですね、こちら載っておりますので、これも参考にしてください。ということでですね、今日配信など遅れてしまって大変申し訳なかったんですけども、我々のセッションは以上で終了でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。